はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月1ヶ月分の、星の動きの補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。いつも私前半と後半に分けてリーディングしていたんですけれども、今回はちょっと1ヶ月分にさせていただきます。ちょっと1月は旅に出てきますので、その旅先でね、また2月分の動画撮れたらいいなと思ってます。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス5の逆、ソード6逆、カップ5の逆、ラバーズ、カップキング、そしてペンタクルスの9逆、ワンドエース逆ですね。気をつけることや対策がペンタクルスの6の逆とお月座の逆とオラクルはペンタクルス3の逆です。ご自身が思ってらっしゃるよりも全然安定してますっていう感じがしますね。12月31日が新月だったんですよね。でこれヤギ座で起こる新月なので、ヤギ座の皆さんにとっては何か本当にこの今誕生日迎えてる方もいらっしゃると思いますし、何かいい区切りとして自分自身に何かけじめをつけたいとか、なんかもっと自分を喜ばせてあげたいとか、何かをこう新しいものを受け入れたいみたいな感じが強いと思うんですよね。でそれ全然入ってきますって感じがします。その自分がそう願ったことがすんなり入ってきます。難しくないですみたいな感じがしますよ。でも入り口のところがなんだかこのペンタクスの5の逆っていうのは、そこに価値があるのにその価値を見過ごしているとか、そこに気づかずに自分が何かを求めてるよっていう感じがあって、おそらくですけどヤギ座さんの体感としてはもっといいはずなんだけど良くないなとか、そういう感覚っていうのがもしかしたらあるのかもしれないです。そしてね、1月の3日以降、金星というね、こう社交性とか感性とか喜びとか愛情というものが、魚座に入ってくることによって、ヤギ座の皆さんからしたらすごくこの人から優しい言葉をかけてもらうとか、自分が考えてることとか思考の中にも優しさが入ってくるよということもあるかもしれないんですよね。なので好奇心が満たされるとか、とにかく感性という部分に関してはすごくナイーブに緩やかに開かれようとしているっていう感じなんですね。なのでまるでその感性が緩やかに開かれようとしてるっていうこの最中っていうのははっきりしてないんですよ。何かがパキッパキッとしてるとかそういうものではなくて、見えないんだけど密かに開かれようとしている、気づいたら開いてるみたいな感じなので、なんかそこを体感できないことへの焦りとか、あれなんか違うなとか、もしくはこれまで大事だと思ってたものがなんか溶けていく感じとか、頭がすっきりしないとか、そういった感じに感じる方も多いかもしれませんが、それ全部含めてうまくいってますっていうふうに思っておいてくださいね。それがうまくいってる証拠なんですみたいな。そしてなので自分がこうしなくっちゃとか、こうやってもっと段取りを決めてああしてやったくなくっちゃっていう、そういうことをちょっと置いといたとして、今自分はどんなことを感じてるのかなと思ったら、なんか前に比べると自分に優しくなったなとか、もうちょっと自分でもこれでもいいかなって思えるようになったなみたいな、そういった優しさ入ってきてるんじゃないでしょうか。で今それ届いてると思いますよ。ここでラバーズっていうのがあるので、昔は無理だと思ってたけどいいんじゃないかなみたいな、ちょっと自分に許可を出すみたいなね。でそれが初めての経験であったとしても全然いいし、意外と楽しいとか、こんな感覚自分にもまだあったんだみたいな感覚があるかもしれません。これとても楽しいので、ぜひその感覚を味わってください。義務とか段取りよく言ってるとか戦略を立てるとかっていうよりも、感覚に委ねる、密かに開かれようとしている何かがあるっていうことですからね。人間関係もいいです。とても新しく出会う人がいるのか、すごくヤギ座さんに優しくしてくれる人がいるとか、気にかけてくれる人が出てくる気がします。年配の人だったり同年代か、もしくは年配の人で気にかけてくれる、心配してくれるもそうだし、力を貸してくれるとかサポートしてくれるみたいな人も出てきそうな気がします。でそしてなんかチャンスをつかみませんかみたいなお誘いがあるみたいな感じで、自分でチャンスをつかんでいくというよりも、こういうチャンスがあるよっていう話を聞いて、そうなのかなっていうふうに言って、そっちに行ってみようかなみたいな感じがありますね。星の流れでも1月の20日からっていうのは、特になんですけど1月の19日あたりって非常に必要な感覚が
体験できるような気がするんですよね。この時ってみんなすごくナイーブになってるんですけど、ヤギ座の皆さん先ほど言ったみたいに何かが開かれようとしてる、自分の感覚の何かが開かれようとしてるってことなので、どんなことを感じたとしてもそれは正解だと思っておいてください。そしてなおかつその後ですね、1月の20日以降っていうのが自分の感覚や五感っていうものがさらに磨きがかかるっていうのがありまして、マイナスに出るとこだわりが強くなるとか、前までは OK だったけども今はそれ受け入れられませんみたいな、そういう風になったりすることもありますが、基本的にはとても自分に忠実に自分の欲しいものが分かるとか、自分に今何が必要かを体感で体が感じ取るみたいなこともできたりするので、すごく感覚がとにかく豊かな時なんですよね。これが1月の20日以降です。そんな時にその他者から投げかけられたチャンスの申し出みたいなのを受けるか受けないかっていうことでちょっと迷いそうですね。保証がないだけになんていうか、それ本当にやっていいのか大丈夫みたいな感じで思ってるのかもしれません。一応オラクルで言われているのは、一人ではなく何人かで協力をして成し遂げていくよっていうふうに言われてるんですね。でそれには少し時間がかかるので、別に今すぐじゃなくてもいいのかもしれないです。もう少し、要するに3月以降とかでもいいのかもしれないなって感じがします。1月中になんとかしないとっていうよりも、1月はそんな話があるんですねぐらいの感じでよくて、自分が本当にそこに集中できるほどの体力や時間の余裕があるかとかっていうのもありますし、で今自分はまだそれがないと思ってる感じがするんですよね。でどちらかというと私が思うには、1月はその人から優しくされたりとか、人から来る申し出っていうものを素直に受けて、肥やしてくださいって感じがするんですね。感覚を受け取って肥やしてください。自分にはその価値があるからこんな風に優しくされているんだとか、自分にはそれを受け取る価値があるから人はこんな風に話を持ってきてくれるんだみたいな。でそれをその感覚、喜びをすっ飛ばして早く結果を出さなくちゃっていう風に思いがちなので、まずは私ってこんなチャンスがいっぱい来てるみたいなのが、こんなに人から声かけられるとか、そういうことを感じてほしいなと思ったんです。でその中でゆっくりと育っていくものがありますよっていう感じなんですね。で気をつけることとして言われているのは、要するに何かをしてもらったから何かを返さなくちゃいけないとか、そういうふうにもう0か100かみたいな感じできっちりと分けられないものなので、全部お返ししなくっちゃとかっていうふうに思わなくていいよって感じがします。このお月さんの逆っていうのも、このご自身が心配していることっていうのは今の段階では見えないから仕方ないんですっていう感じがあるんですね。はっきりしないことだからこそ不安になったりとかどうなのかなと思うと思うんですけど、これはまだはっきりしないことなんですよってみたいな。でそれを延々と考え続けるとか不安に思い続けるのっていうのは、ある意味思考、ある意味癖みたいなものなので、委ねてくださいって感じがします。はっきりしないものは保留でいいじゃないみたいな感じかな。ちょっとね、そうね、すぐにじゃあ早くそれやろうって、昔の自分だったらすぐに行動を起こせたけど、今の自分はもう少しゆっくり考えたいんだっていう感じがあるので、ゆっくり考えた方がいいような気がします。話は別にチャンスは消えないのでね。はい、ちょっとこれを踏まえた上での仕事を見させてください。お仕事ね。太陽、ペンタクス6、ワンド4ということで、仕事はめちゃくちゃいいですねすごく人との関係が開かれてるし、自分の感性も今開かれようとしてるということは、そこからいくらでも仕事って生み出していけるんですよね。要するに仕事が生み出されそうな素材が揃った空気感があるって感じがします。この中に空気もね、いろんなものが水分量が多かったらそれが雫になるとか霧になるとか、そういうふうに形が見えないけど形を変えるように、今仕事に対してはどのようにでも変化できるような素材が今揃ってますみたいな感じがあるので、だからこそもしかしたらどうしようかな、迷うなみたいなこともあるかもしれませんが、カードからのメッセージとしては、とにかく今自分自身に光が当たっているのであれば、それをちゃんと受け止めてくださいと。要するに自分にはこんな才能があるじゃないかとかもそうだし、さっきのこんな話が来るって私ってすごいのかなみたいなそういうのでもいいし、恩恵とかチャンスとか感謝の念が仕事を通してあるわけだから、それを十分に自分で感じてくださいと。でそして自分が健康であるとか幸せであるということに
躊躇しないでくださいみたいな感じもあり、ここでもペンタクスの6が出てるんですけど、こんだけしてもらったらこれだけ返さなきゃいけないのかなっていうふうに思う必要はありませんみたいなね。仕事を通して自分が受けられるものは受けてくださいと。受け取ることだけでもうすでに成り立っているんですみたいな感じがします。誰かの優しさとかもそうですよね。受け取るだけでもそれは成就している、相手からしたらっていうのもあるので、そしてとても仕事を通して穏やかな人間関係やいい関係っていうのがあるので、仕事の喜び、今この仕事をできることが嬉しいなとか、こんな風に自分は今仕事を捉えられるようになったなみたいな喜びを感じてほしいなと思いました。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は吊るし人、バンドのナイトと、ペンタクスのキングですね。今ちょうど1月6日から火星が逆行して一瞬一時期ちょっと蟹座に帰るんですよね。それによって少し昔の人間関係とかそういうのちょっとつつきたくなるものがあったりとか、昔の関係性の何かを思い出して自分の行動が止まるみたいなのもあるかもしれないんですけど、それはあくまでも過去の記憶であり、もうそれを経験した柳田さんはもう違うバージョンの自分になってるんですよってことを忘れないでください。もうすでにどんな人であっても対応できる自分になってませんかっていう感じです。それはどれだけ自分がねコミュニケーション能力が低いんだとか人見知りなんだとかって思っていたとしても、もう存在そのものとか経験値そのもので他者は柳田さんを決して下に見てないというかね、ちゃんと柳田さんの存在というのを認めて関わってくれてますよっていうふうに出てるので、安心して自分らしくその場にいてください。要するに人に優劣なんてつけられないわけですよね。でもその人のそれぞれの頭の中であの人の方がすごいとか自分の方が劣ってるとか、そういう優劣を勝手につけてるだけで、本来は存在そのものに優劣はないわけなので、なんかそれをカードが物語ってくれてる感じがしたんですね。柳田さん十分もうできますからみたいな人に劣ることなんてありませんからみたいな感じがあって、もしそう思っているとしたらそれは過去の産物であって、そのイメージ像があるだけですよって感じがしました。はい、ちょっと恋愛もねちょっと取る時間がないので恋愛も今ちょっと見ておきます。恋愛もね、でも何ですか、恋人たちとかカップのキングで出てるし、ここも今見えてるのも運命の輪ですし、カップの6っていうことは非常になんか感情的に満たされる感じがします。要するに優しくされる、もしかしたらそれは柳座さん自身が人の優しさをキャッチできる状態だからこそ相手の優しさいいところにちゃんと反応できるのかなって感じがしますよ。本当になんかその人が特別な人だからっていうよりも、柳田さん自身が相手のいいところを引き出しているような感じがしますね。そして幼なじみとかなんか何ですかね、出生地というか昔のね場所が同じ学校だったねとか、そういう昔からの知り合いっていうことも、地元が一緒とかそういうのもあるかもしれませんし、少し年下とか部下とかそういう関係のいい感覚が伝わる、話が通じるみたいな感じのいい出会いがありそうな感じがしますよ。でもしすでにお付き合いしてますよって方もですね、なんか今は話通じ合えるんだなって感じがするので、ちょっと普段から思ってることを言ってみるとか、思い切って会いに行ってみるとか、何か自分の思いを相手にプレゼントするみたいな感じにするとすごく喜ばれそうな気がします。喜ばれると同時に柳田さんも受け取るって感じがします。はい、ということで何かしら参考になりましたでしょうか。もし良かったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。ではちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。はい、柳田さん、コンシャスステップ、これ前も出たかな。何かしらこのカードを見て感じることがあればメッセージ受け取ってくださいね。ご自身でね、意識的に行動しましょうって感じで、自分が本当に望んでいたもののために、ね、意識的な一歩を踏み出しましょうっていうメッセージが来ています。
ぜひ豊かな1月にしてください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。